NTT、東京大学、医科学研究所、オプト QC の共同研究チームが、光の量子ノイズを 90% 以上絞り込むことに成功しました。スクイージー無量は 10.1 デシベル。同ハロ型と呼ばれる方式では、世界最高の記録であり、量子コンピューターの誤り訂正を実現する上で重要な基準線を日本の研究チームが初めて突き破ったのです。この成果は2026年1月、国際的な光学専門誌オプティクスエクスプレスに正式掲載されました。量子コンピューターを実用化するためには、光の中に潜む量子ノイズを極限まで絞り込まなければならない。それが長年の課題でした。しかし絞り込むとはどういうことなのか、なぜ 90% という数字が壁になっていたのか、普通に聞いてもなかなかイメージしにくいですよね。この技術的達成と同じ時期、同じ研究連合から生まれたスタートアップ、オプト QC 株式会社が商用機の実用化に向けた動きを加速させています。技術の世界記録と商業化への扉がほぼ同時に開きつつある。その先に何が待っているのか。光のノイズを絞ることがなぜここまで量子コンピューターの命運を左右するのでしょうか。量子コンピューターの話をするとき、よく量子ビットという言葉が出てきます。連続量方式と呼ばれる光量子コンピューターでは、光のパルスそのものを量子の情報単体として使います。ところが、光というものは量子力学的にどうしても避けられない揺らぎを持っています。丸い風船を両手で横からキュッと押すと、横幅が縮む代わりに縦にピヨンと伸びますよね。光のノイズにも同じことが起きます。量子力学の不確定性原理という決まりにより、ノイズの一方向を圧縮すると、垂直方向のノイズは必ず広がります。この性質を逆手に取り、計算に使う方向のノイズだけを極限まで絞り込む。そうして生まれる特殊な光をスクイーズド光と呼びます。絞り込んだ量をデシベルという単位で表し、10デシベルでおよそ 90% の圧縮になります。なぜ圧縮が必要なのでしょうか。量子コンピューターは誤りを自動で訂正するためには GKP 量子ビットと呼ばれる特殊な光の状態を使います。GKP とは3人の物理学者が提案した量子誤り訂正符号のことです。この GKP を使うために理想的な条件下では 9.9 デシベルのスクイーズド光は最低限必要とされていました。今回達成した 10.1 デシベルはその基準線を初めて超えた数字なのです。ただし実際の量子コンピューター回路のノイズまで考慮した現実的な式位値は 11.2 デシベルとさらに高く、その先には 12.7 デシベルの目標もあります。10.1 デシベルは誤り耐性型量子コンピューターへの重要なマイルストーンであって、すべての誤り訂正を実現できる水準に到達したわけではありません。では、なぜ同ハロ型でこの記録を出すことが難しかったのでしょうか。スクイーズド光を作る方法は大きく2種類あります。鏡で光を何度も往復させる共振器型と、一本の細い管の中を一度だけくぐらせる同ハロ型です。ブロック崩しゲームのようにボールを壁と板の間で何度も往復させて加速していくのが共振器型。一度だけまっすぐ飛ばして勝負するのが同ハロ型というイメージです。共振器型は往復の積み重ねで高いスクイーズ度を出しやすい反面、対応できる光の帯域が数十メガヘルツ程度と狭い特徴があります。一方、同ハロ型は原理的に数百テラヘルツという超高帯域で動作可能。将来の光量子コンピューターが毎秒100ギガビット以上の速度で動くためには、この高帯域性が不可欠です。しかし、一度しか通過しない同ハロ型は非線形効果が弱く、しかも航路上の損失が少しあるだけでスクイーズ度の品質が大幅に落ちてしまう。そこで今回の研究では2つの革新が行われました。まず1つ目は TPLN と呼ばれる
同ハロデバイスの設計と製造プロセスの大幅な改良。 PPLN とはニオブ酸リチウムという結晶の中に縞模様のような周期分極反転構造を刻み込んだ特殊な同ハロのことです。この縞目の刻み方が光とエネルギーをやり取りする効率を決めます。従来の問題はこの同ハロから出てくる光のビームが楕円形に歪んでいたことでした。スクイーズド光は別の光パルスと干渉させることで測定しますが、楕円形の光はうまく干渉しません。丸いシールと楕円のシールを重ねようとしても端がはみ出てぴったり揃わないように、形が違う光は重ね合わせてもうまく干渉しないのです。モードマッチングと呼ばれる空間的な精度が著しく落ちてしまいます。 NTT は製造プロセスを最適化して主遮光のビームプロファイルを深淵に近づけ、このモードマッチングの問題を解消しました。その結果、総光損失は 12% から 8% へと改善しました。そして2つ目が今回の最大の革新といえる新しい位相ロック手法。スクイーズド光の品質を精密に測るには、参照となる基準光との位相差を常にゼロに保ち続けなければなりません。従来の方法では生成したスクイーズド光の一部を分岐して基準信号を取り出していました。完成した料理を少し取り分けて味見係に渡すようなもので、料理の量が減るのは仕方ないという考え方です。しかし東大のチームは異なる手法を確立しました。料理が完成する前、つまり材料の段階で味見係の分を取り分けてしまうのです。具体的にはスクイーズド光を生成する装置であるスクイーザー OPA の前段に別の小型 OPA を設置します。冷気光と基準光をスクイーザー OPA に入力する前の段階でタップして、そちらの小型 OPA に送り込み、そこで位相検出を行う。スクイーズド光自体には一切触れないため、生成後の損失がゼロになります。この手法により位相の揺らぎ角が14ミリラジアンから9ミリラジアンへと 35% 改善しました。2つの改良を組み合わせた結果が 10.1 デシベルという世界記録なのです。さらにこの技術はテラヘルツ級の超高帯域を保ったまま高スクイーズ度を実現しているという点でも前例がありません。帯域が広ければ広いほど光量子コンピューターが処理できる情報量が増え、クロック周波数を上げることができます。将来の100ギガヘルツで動作する光量子コンピューターを実現するための根本的な部品が整ったと言えるでしょう。なぜ同ハロ型スクイーズド光の世界記録は2021年からの5年間更新されなかったのでしょうか。その答えを知るには、まず2021年の突破口に立ち返る必要があります。当時 NTT 東大理研の同じチームは PPLN 同カロで6デシベルのスクイーズド光を実証しました。 2.5 テラヘルツ以上という超高帯域での6デシベル達成は当時の世界記録でしたが、それでも GKP の敷地には4デシベルものギャップがあった。4デシベルは数値の上では大きくないように見えますが、スクイーズドでは各1デシベルが技術的に格段の難しさを持ちます。航路上の損失が少しあるだけで数字は急激に落ちてしまう。1% の損失が加わるだけで達成可能なスクイーズド量は理論上限を下回るのです。この壁は3つの問題が絡み合っていました。1点目は製造信頼性の問題。 PPLN デバイスは周期分極反転構造の精度がわずかにずれるだけで位相マッチングが崩れてしまいます。世界中の多くの研究機関が PPLN を試みてきましたが、安定した高品質デバイスを繰り返し製造できる機関はごく限られていました。2点目はビームの歪み。同カロから出射される光が楕円形に歪んでいる問題は技術的に知られていましたが、深淵に近づける製造プロセスの確立は極めて難しいとされていました。3点目は位相ロックの損失。
スクイーズドコを測定するたびに少し損失するという構造的な問題で、測定精度を上げようとするほど品質が落ちるジレンマを抱えていました。この3つの壁をどのように破ったのでしょうか。今回の革新は NTT が40年以上かけて光通信の分野で構築してきた技術蓄積にあります。TTLN デバイスはもともと光通信の波長変換部品として開発されたもの。光増幅器や変調器の製造で培った精密プロセス技術が量子デバイスの製造を可能にしました。イームの歪みという難問も光通信デバイスの設計経験があって初めて解放が見えてきたのです。一方、東大古沢研究室は2000年代から連続量光量子コンピューター研究で世界をリードし、光パルスを使った GKP 量子ビットを世界で初めて実現した実績も持ちます。イソーロックの発想転換は、この研究室が積み重ねてきた実験系設計の知見から生まれました。理化学研究所は理論的な裏付けと検証を担い、オプト QC は商用化への実装ノウハウを持ち込みました。4機関の強みが重なって、初めて3つの問題すべてに同時に応答できたのです。今回の成果は、オプティクスエクスプレスという査読付き国際誌に掲載され、アーカイブへの先行投稿から正式掲載を経て、世界の量子工学コミュニティに精査されています。この記録は、現実の産業や社会にどのような変化をもたらすのでしょうか。誤り耐性型の光量子コンピューターを実現する上で、スクイーズドコの品質は文字通りの土台です。東大が2024年1月に世界で初めて実現した GKP 量子ビットと、今回の 10.1 デシベルの高品質工芸が組み合わさることで、誤り訂正付きの量子演算の実現可能性が具体的な段階に入りました。オプト QC は ICE と G クワットへの第1号商用機の設置を目標に実用化への取り組みを進めています。誤り訂正の技術が成熟する前の段階ですが、研究機関や企業が実機に触れる機会が生まれつつあることは、産業化の入り口として重要な意味を持ちます。業界全体に視野を広げると、この技術から恩恵を受ける企業は2種類に分かれます。技術を提供する側では、浜松フォトニクスが筆頭として挙げられます。同社は超電導ナノワイヤ単一光子検出器と呼ばれる光子1個を捉える超高感度センサーを手掛ける国内最大メーカーです。光量子コンピューターの検出器として不可欠な部品で、ネドから2025年から2027年度にかけて約30億円の助成を受け、量子コンピューター向け次世代デバイスの開発を進めています。もう一方の主役は NTT です。TTLN ドーハルも設計、製造技術は光通信インフラIONとの統合も視野に入っており、量子コンピューターと次世代通信基盤をつなぐ革新的ポジションを担います。技術を活用する側では、製薬企業の分子シミュレーション、金融機関のポートフォリオ最適化、製造業の材料探索といった古典コンピュータで現実的な時間では解けない計算への応用が期待されます。日本政府は2025年を量子産業化元年と位置づけ、2025年度に1009億円超の予算を量子産業化に投入しました。この政策資金がどう動くかが、単なる研究助成を超えた産業構造の転換を決めるでしょう。シャンデリアのような形の超電導方式の量子コンピューターは、マイナス273度近い絶対0度に冷やすための希釈冷凍機に数千万数億円かかります。一方、光量子方式は室温で動作するため冷却設備が不要。この差はデータセンターへの設置コストの構造を根本から変えます。冷却設備に縛られていた量子コンピューターが光通信インフラのある場所のどこにでも設置できるようになれば、量子コンピューターの産業立地の論理そのものが変わります。世界の競争軸で見ると、NTT、東大連合が 10.1 デシベルを達成して今も、資金力では大きな差があります。カナダのザナではナスダック上場企業であり、
米国のサイクオンタムは20億ドル超を調達してきた有力企業。日本のオクト QC の累計調達額は 21.5 億円で約1400万ドル。数字だけ見れば比較になりません。それでも基盤技術の指標であるスクイーズドレベルにおいて日本連合が世界最高を持つという事実は、膣温動差、光通信インフラとの融合可能性とともに資金力の差を技術力で覆せる可能性を示しています。フォトニック量子コンピューターの世界市場は2030年に11億ドル、2036年には70億ドル超に成長すると予測されています。市場が急拡大する前夜に技術の記録帳の1ページ目を書いた意味は小さくないでしょう。この世界記録の先にどんな未来が待っているのでしょうか。最初にご紹介した10.1 デシベルという数字を思い出してください。光の量子ノイズを 90% 以上絞り込む。その記録を日本の研究連合が同ハロ型として初めて突破しました。今回の重要なポイントを3つにまとめましょう。1つ目は、世界記録は絞る技術の蓄積で生まれた。NTT が40年以上も蓄積した光通信技術が転用され、東大のイソーロックの発想転換が組み合わさった。資金力では大きく劣る日本の研究連合が技術的な世界記録を持つという事実は、量子産業の競争において無視できない力を意味します。2つ目は、損失ゼロのイソーロックが今回の突破口だった。材料の段階で試食を取り分けることで、完成品には一切手を触れない。この逆転の発想が 35% の精度改善をもたらし、10デシベルの壁を超える決め手になりました。3つ目は、この成果はゴールではなく重要なマイルストーン。10.1 デシベルは理想的な雑音モデルでの敷地 9.9 デシベルを超えましたが、現実の回路ノイズを含む敷地 11.2 デシベルまでにはまだ道があります。次の目標として12デシベルに向けた研究が動いています。皆さんは日本が開発した室温で動く光量子コンピューターが世界中で利用される日は来ると思いますか？日本の技術力がこの競争で世界の本命になれるかどうか、ぜひ皆さんの考えをコメント欄で教えてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。